皆さんこんばんは、高弘です。今回は僕のこのデスク環境を動画に残したいなと思ってカメラを回しています。なんでこの動画撮ろうかって思ったかっていうと、最近地震とかがあったりして、僕の家が直接被害があったわけではないんですけど、地震があった時とかに周りのものが倒れてきたりとか、デスクの上のものが落ちたりしたら嫌だなと思って、結構デスク環境を見直したんですよね。せっかくこうやってデスク環境を整えたっていうのもありますし、僕がデスク環境を整えるにあたってみんな何を使ってるのかなとか、他の人はどういう配置で使ってるのかなっていうのが気になって、YouTube 上にアップされているデスクツアーみたいな動画結構見漁ったりもしたので、僕のデスク環境も誰かの参考にはなるんじゃないかなと思って、僕もご紹介をしてみたいなと思います。それじゃあ先にざっくりとデスクの全体像をお伝えしたいなと思うんですけど、まず使っているチェアはメッシュのオフィスチェアですね。そして使っているデスクは電動昇降デスクになっているので、スイッチで高さ上げ下げすることができるものになっていて、デスクの中心にはモニターアームに設置した27インチのモニターがあります。で、僕のデスクのポイントになるのがこのデスクの横かなと思うんですけど、このデスクの横の方にこのホルダーをクランプしていて、ここに使っている PC は閉じた状態で置いていてクラムシェルモードで使ってます。そしてこの USB のドッキングステーションをこのホルダーの方に結束バンドでくくりつけていて、ここにですね、いろんなガジェットのケーブルは接続していて、PC に接続するケーブルはこれ1本で済むみたいな、こういった形でデスク環境を構築してるって感じですね。そもそも僕はあんまりごちゃついたデスクが好きじゃないので、なるべく天板の上はスッキリさせるようにはしていたんですけど、この間の地震があったっていうところも受けてデスク上のものはなるべく少なくしました。あとデスクの横の壁とかにもなるべく何も置かないようにしました。無印良品の壁につけられる家具とか僕も持ってるんですけど、デスクの横に置いていて、その上に置いている花瓶がデスクの上に落ちてきたとかなったら困るなと思ったので、もうデスクの周りには何も置かないようになるべくしました。あと今まではこのデスクの上の方からデスクを照らす形で、今こっちの方に設置しているドローアラインの照明を置いていたんですけど、この照明がですね、結構重さがあって、この照明の部分が地震で倒れてきてモニターに直撃したら嫌だなと思って、僕の部屋 1K8 畳しかないのであんまり逃がし場所もないんですけど、なるべくデスクからは遠い位置に設置しようと思って今はこういったレイアウトにしています。あと使っているものの色についてはなるべくホワイト系とかナチュラルウッド系で、デスク周りだけじゃなくて家のインテリアも含めて揃えるようにしてるって感じですね。僕の家は 1K8 畳となっていて、この部屋しかないので、デスク周り含めて家のインテリアはなるべく色の統一感があるような形で揃えてますね。それではここから具体的に使っているものを商品名も含めてご紹介をしていきたいなと思うんですけど、まず座っている椅子ですね。椅子についてはコフォから販売されているコフォチェアプレミアム2というオフィスチェアを使ってます。僕はここ数年はこの YouTube チャンネルで生計を立てているフリーランスというか、ほぼ YouTuber みたいな感じなので、基本的にはこの家にいて、家でデスクワーク、パソコンをしながら、何かしら作業してるっていう感じなんですけど、そういった作業するときは基本的にこのコフォチェアプレミアム2に座っているという感じですね。コフォチェアプレミアム2については前に詳しく紹介をした動画も出しているので、良ければ参考にしてもらえればなと思うんですけど、メッシュのチェアになっているので、こういった暑い時期も蒸れにくいですし、こういったヘッドレストもついているので、リクライニングとかしてあげればかなりゆったりとすることもできるっていう、仕事もできるし休憩にも使えるっていうのがいいところかなと思って、コフォチェアシリーズは使い続けてますね。次使っているデスクはチェアと同じくコフォのものなんですけど、コフォデスクプレミアムという電動昇降デスクですね。これ天板サイズがいくつか選べるんですけど、僕が使っているものが一番小さいサイズとなっていて、幅が120センチで奥行きが70センチの天板を使っています。
天板の幅についてはもうちょっと幅が広いデスクを使っている方も多いかなと思うんですけど、僕みたいにベッドもあってデスクも置かなきゃみたいな 1K とかワンルームみたいなコンパクトな部屋で住まわれている方については、デスクの幅は120センチくらいがいいんじゃないかなと思いますね。で、天板の素材というか色もいくつか選択肢があるんですけど、僕が使っているカラーはナチュラルカラーというこういった木目が残っている色のものを使ってますね。で、このコフォデスクプレミアムを使ってて一番嬉しい点としては、この天板の裏が一面スチールのプレートになっていて、ここにマグネットで何でもくっつけることができるようになってます。なのでこういったマグネットが内蔵しているメジャーとかだったらこんな感じでピタッとくっつけて隠して収納しておくことができますし、あと天板裏にいろいろと設置してて配線もあったりするんですけど、こういったマグネットが内蔵されたクリップを使うことによって配線をこうやって天板の裏に這わせることができるんですよね。この配線を収納するためのケーブルトレイについても専用のものになっているので、こうやってマグネットで取り付けられるものになっていて、設置も簡単で場所移動も簡単にできるのでいいんですよね。この辺もマグネットのクリップを使って配線固定してるんですけど、こういった配線整理がしやすいっていうのがコフォデスクプレミアムのいいところかなと思います。あとこのコントローラーの部分も少し工夫してて、本来このコントローラーってこの辺りにネジ締めしてくっつけるものなんですけど、僕はあえてネジ締めしてくっつけずにこんな感じでマグネットのシートを貼り付けて場所移動が簡単にできるようにしてます。レイアウト変更とかした時にこのコントローラーの場所を簡単に移動させれるっていうのもありますし、こうやってデスクの高さ低めで使ってる時にこのオフィスチェアの肘掛けの部分がこうやって当たっちゃう時があるんですよね。そういう時にネジ締めしてるとパキッとかいっちゃうと思うんですけど、マグネット固定であれば大きな力が加わった時はこうやって外れてくれるので、こうしておく方が利便性が高いかなと思ってあえてマグネットで固定してます。あと高さを記憶しておくことができるこの1、2、3のボタンについては3M の滑り止めとかで使うクッションシールをこうやって貼ってちょっとボコッとするようにしてノールックでも押しやすいように工夫してますね。1は座る時の高さに設定してるんですけど、この高さだとアームレストが机の下にスムーズに入っていかないので、家を出る時とかロボット掃除機をかける時とかは2の高さにちょっと天板の高さを上げて、このアームレストがスムーズに机の下に入りやすいようにしていて、3番については立って作業する時の高さに設定して使ってるって感じですね。天板裏の配線を整理しなきゃいけない時とか、たまには腰伸ばして作業しようかなっていう時はこの高さで立って作業していることもたまにあります。そしてデスクの足についてはホワイトとブラックの2択から選べるんですけど、僕はホワイトを選んでいて、あと純正のキャスターもつけてます。ホワイトカラーのキャスターをつけていて、これでちょっとデスクのレイアウト変更がしやすいようにしてますね。今はちょっと気分的に壁に向かって作業するのがなんか嫌になったので、ちょっとでも視界が開けた状態で作業したいなと思ってこのデスクの向きで作業してたんですけど、こんな感じで簡単に向きを変えることができるので、こうやってあげればちょっと部屋の真ん中あたりを広く使うことができるかなって感じですね。こういうレイアウト変更の自由度を上げるためにもデスクはあんまり大きすぎないものを選んだ方がいいんじゃないかなっていうのが僕の持論ですね。ちょっと戻そう。よいしょ。それではここからデスクの上に置いているものを紹介していこうと思うんですけど、まずこの右端で充電しているのが iPhone ですね。今は iPhone の17 Pro を使ってるんですけど、だいたいここで充電をするようにしてますね。今まで iPhone をデスク上で充電するときはベルキンのワイヤレス充電器とかを置いて使ってたんですけど、ワイヤレス充電器から iPhone を取り外した後ってワイヤレス充電器は何も充電していない状態で机の上にある状態になるので、これ邪魔じゃないですか。これがちょっと嫌だなと思ったので、最近はデスク上で iPhone を充電する場合はデスクの下に設置したこの巻き取り式ケーブルを内蔵した充電器からケーブルを出してこうやって有線で充電して、充電が終わったり、手元で使いたいなってなった時はケーブルを抜いてケーブルはデスクの下に収納してこうやって使うみたいな形に落ち着いてますね。これのおかげでワイヤレス充電器が必要なくなったので机の上すっきりしたかなと思います。
ちなみにこの天板下に取り付けているのはトラスのフレックスラインという名前の充電器で、これを固定しているのは両面テープですね。オニピタっていう超強力な粘着力があるんだけど剥がした時はベタつきが残らないっていう便利な両面テープがあるので、それで固定していて、こんな感じでデスク下からケーブルを引っ張れるようにしてます。で、充電器は当然電源が必要になるので、3ワサプライの電源延長ケーブルを奥に設置している電源タップから引っ張ってきて、この天板の下をぐるっと回してここに設置してるって感じですね。あとこのトラスの充電器ってこのケーブルが本来こんなに浮かないんですよ。ピタッとここに収納される形になるんですけど、それだと毎回取り出すのがめんどくさかったので、ここのコントローラーと同じようにこのシリコンのクッションゴムですね、これをこの裏側に貼り付けることによってケーブルを収納した時もちょっとここが浮いてくれるので、ここがつかみやすくなるみたいな感じでちょっと工夫をしてますね。このクッションシール結構いろいろと使いどころがあるのでおすすめです。そして机の上でよく使っているものとしては iPad mini の A17 Pro チップモデルですね。ほぼ YouTube を見る用端末って感じなんですけど、この間はダゾーンを契約してワールドカップとか iPad mini でよく見てたりしましたね。ちなみに取り付けてるケースはピタカのものになっていて、こんな感じで蓋の部分を折り曲げてあげると縦向きでもスタンドできるし、横向きでもスタンドできるっていう風な便利なケースになってます。こんな感じでメインのモニターの下に置いて動画をながら見しながら作業してたりすることもあるかなって感じですね。そして今ここに立てかけているのがキングジムの電子メモパッドですね。この横の部分にペンが取り付けられるようになっていて、こんな感じで簡単にメモを取ることができるといったものになっているので、ちょっと目先でやらなきゃいけないこととかはここにメモって忘れないようにしてるって感じですね。クリーニングの回収に行かなきゃいけないのと、ちょっと荷物を送らなきゃいけないものがあったりするので、こんな感じでメモってます。で、これ消しゴム機能とかはなくて、書いたら部分的に消すことはできないので、消したかったらここの下のボタンをこうやって押してあげると全部消えちゃうって感じですね。ちょっと忘れないようにクリーニング、荷物送る。で、このキングジムの電子メモパッドは本来スタンドの機能はないんですけど、こんな感じでモフトの使わなくなったマグセーフのスタンドをここ両面テープでガチガチに貼り付けてまして、それによってこんな感じで立てることができるようにしてるって感じですね。どうしてもこのまま平置きしてるとちょっと場所も取りますし、目にこの書いてる内容が入りづらいので、こんな形でスタンドしてあげて、ちょっと目に文字が入りやすいように工夫したりしてます。そしてこのデスクの天板に敷いているのは Amazon で購入した2000円くらいの結構安めのレザーのマットになってるんですけど、これ1枚敷いておくと iPhone とかちょっと硬めなものを置いた時も木に直接置くよりはカツカツ言わなくていいかなと思って、天板の保護兼クッション材みたいな感じでレザーのデスクマット敷いて使ってますね。で、このデスクマットリバーシブルでも使えるものになっているので、今はこのベージュの面を上にしてるんですけど、この裏面の白を上にして使うこともできるようになってます。続いて使っているマウスですね。マウスはロジクールのトラックボールマウスの M575SP というものを使っています。この親指をコロコロすることによってカーソルを動かすタイプのマウスですね。で、この M575SP は本来水色のボールがついてるんですけど、僕はペリックスの交換用ボールを購入して、こんな感じでオレンジ系のカラーに交換して使ってます。で、これ本来はこの状態で天板に置いて使うものになってるんですけど、これだとちょっと角度が浅いなと思ったので、もうちょっとこう角度をつけて使いたいなと思って、メルカリで 3D プリンターで自作したものを販売されている方がいらっしゃったので、それを購入して使ってます。これが角度が20度つくものになっているみたいなんですけど、これをこの裏面がですね、綺麗に重なるようにできてるんですよ。これをこうやってはめてあげて、こんな感じでちょっと角度をつけて、こうやって握り込む形で使ってるって感じですね。あとちょっとマニアックな話をすると、このトラックボールマウスでどうやって横スクロールをするかっていう問題があって、本来の横スクロールの操作方法ってシフトキーを押しながらこのホイールを転がす、これで横スクロールができるっていう感じになると皆さんやってると思うんですよ。なんですけど、ちょっと設定をいじってあげることによって、僕の場合はこの右クリックとこのボールのコロコロ
もうこれで横スクロールができるようにちょっと設定を変更して使ってますね。これのおかげで横スクロールをするときにわざわざ左手でシフトキーを押さなくても、これでコロ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 できるようになったので、これでだいぶ作業性が上がったというか、トラックパッド感覚で右手だけでいろんな操作ができるようになったなっていうふうに思いますね。ちなみにこの設定やってしまえば横スクロールだけじゃなくて縦スクロールもこのボールをコロコロ転がすだけで行えるようになるので、僕はこのホイールあんま使ってないですねもう。この設定については参考にしたノート記事があるので、そのノート記事を概要欄に貼っておこうと思います。よかったら参考にしてみてください。そして文字入力で使っているのは Apple の純正のマジックキーボードですね。前は HHKB っていう高級なキーボードを試してみたりとか、あとは人間工学に基づきましたみたいなちょっとハの字になった特殊な配列みたいなものとか使ってみたこともあるんですけど、結局僕的にはこの Mac 本体と同じようなこのペチペチした打鍵感が好きかなっていうのと、あとはやっぱりこのタッチ ID が使えると、ロックの解除とかパスワードの入力とかも楽だったりするので、結局 MacBook 使ってるんだったら純正のキーボード使ってるのがベターかなということで僕はこのキーボードを使っています。ただ一工夫してるところとしては Amazon で購入したこの貼り付けるタイプのスタンドですね。これ本来 PC の裏に貼り付けて使うものみたいなんですけど、こういった形で、引き出すとより強めの角度をつけられるようなスタンドですね。これをさっき言った貼って剥がせる両面テープのオニピターでこのキーボードの裏に貼り付けて、若干ですけどね、こうやってキーボードが斜めになるようにスタンドを裏に貼り付けて使ってるという感じです。普通にペタッとしているよりも若干打ちやすくなったかなと思います。あと紹介するのが遅くなっちゃったんですけど、僕が使っているメイン PC が、こちらの M2Max チップを搭載した MacBook Pro ですね。細かいスペックはテロップで出しておこうかなと思うんですけど、搭載しているチップが M2Max チップで、メモリが 32GB で容量は 1TB ですね。これが2024年の3月に Apple のアウトレット的な認定整備済み製品で購入していて、当時の値段が38万800円税込みでした。これが購入してから2年ちょっと経ったかなというところなんですけど、今でも特に不満はないですし、最近は MacBook が値上げされちゃって買い替えたらいくらかかるねんって感じになっているので、まだまだ使い続けようかなと思います。ちなみにこれ本体にステッカーを貼ってる風に見えてるかなと思うんですけど、これ実際に貼り付けてはいなくて、これ保護ケースをつけてるんですよね。透明な保護ケースをつけてて、そのケースと本体の間にこのステッカー挟んでます。iPhone ケースの裏にステッカーを挟んだりする人いると思うんですけど、それを PC でもやってるって感じですね。このケースも Amazon で2000円くらいで買った安めのケースではあるんですけど、しっかり本体を傷から守ってくれますし、あとこのケース地味にいいところが、ここにスタンド内蔵してるんですよね。こんな感じでこのスタンドを出してあげると、少しですけどね、キーボードに角度をつけて入力することができるようになるので、別途スタンドを買う必要もなく本体も保護しつつ角度をつけられるっていうのが、このケース結構いいなと思って気に入って使ってますね。そしてここにもう1台 PC 立てかけてるんですけど、これが前にメイン PC として使ってた M2 の MacBook Air ですね。これがメモリが 24GB まで持ってメモリも 1TB まで増量した結構 M2 の MacBook Air としてはスペック高めの MacBook Air になっていて、メインは MacBook Pro に移行したんですけど、サブ機として一応手元に残してるっていう感じで、一回こっちの MacBook Pro のキーボードの K のキーが全然効かなくなっちゃって、押しても全然反応しなくなって修理に出した時があったんですけど、そんな時にもこの M2 の MacBook Air 一応残しておいたおかげで修理に出してる間も作業はすることができたので、ぶっちゃけ売った方がお金にはなるかなと思ったんですけど、念のためサブ機として残しておいてよかったかなっていう時もありました。次、モニターですね。モニターは Apple のスタジオディスプレイの2022年モデルを使い続けています。最近2026年モデルが登場したんですけど、一つ古いモデルですね。
スタジオディスプレイは画面の仕上げとか、あとスタンドの形式とかが選べるんですけど、僕はナノテクスチャーガラスの反射がしにくい加工がされたモデルのスタンドはないタイプですね。ベサマウントタイプのモデルを選んで使っています。スタジオディスプレイって25万円とかするのでかなり高かったんですけど、買ってよかったなと思うところとしては、ウェブカメラとスピーカーが内蔵されているので、デスク上のものをかなり減らすことができるんですよね。スタジオディスプレイ1個買っちゃえば他にいろいろ増やさなくていいんですよ。あとは値段なりの価値があるのかっていうところは別として、モニターのこのデザインはやっぱりかっこいいですよね。他社のモニターと違ってこの下のところにロゴが入ってたりもしませんし、こうやって後ろから見た時もスタイリッシュでかっこいいんですよね。こういう後ろ側も見えるようなアイランド型のデスクにしてしまうと、モニターの裏側のかっこよさって結構大事になってくるかなと思うんですけど、そういう面でもスタジオディスプレイは耐えられるデザインになってるんじゃないかなと思います。そしてこのモニターにくっついているものについても見ていこうと思うんですけど、使っているモニターアームはデスクと同じコフォのモニターアームですね。ちょっと曲線がある丸っこいデザインのモニターアームになっているので、あんまりメカメカしくなくて僕的には好きだなと思ってます。あと僕このコフォのモニターアームに乗り換える前はエルゴトロンの LX っていうモニターアームを使ってたんですけど、それを使ってた時に僕の使い方が悪かったのか、クランプしてるところにこうやって天板傷つけちゃったんですよね。このコフォのモニターアームはこのクランプする部分の面が全部シリコンで覆われたものになっているので、天板を傷つける心配が少ないですし、あとこのクランプをする部分の面積自体がエルゴトロンのものよりも小さくなっているので、デスクの天板の上の面積を食わないっていうところもいいところかなと思いますね。そしてこのモニターの裏にもいろいろくっつけてるんですけど、ここにですね C ゲートの 8TB の HDD を乗っけてまして、これ乗っけるために使っているのは、これ Amazon で買った専用のベサマウントのアダプターと、ここの挟み込む部品ですね、それぞれ別で購入しています。これも以前動画にしているので、それを参照してもらえればなと思うんですけど、ちょっと邪魔になりがちなこういったハードディスクをモニター裏に隠すことによってデスク周りをちょっとスッキリさせてるって感じですね。あとスタジオディスプレイはこのモニターの裏に USB-C の端子が全部で4つあって、1つは PC と接続するための端子になってるんですけど、あと3つ使えるんですよね。なので僕はこのうちの1つにこれマイクのレシーバーをくっつけてます。このクローゼットの中で充電しているこのホーリーランドのラーク M2 という小型のワイヤレスマイクがあるんですけど、これをケースから取り出すと、このモニターの裏に取り付けている受信機とすぐに接続されるようになっていて、この MacBook で音声収録ができるように工夫してるって感じですね。こういうごちゃつきがちな充電はクローゼットの中でやってますね。そしてここにも設置しているのがトラスの巻き取り式の充電器ですね。ここにも天板下と同じような形で巻き取り式のケーブルを内蔵した充電器をセッティングしていて、さっき言ったようにここに iPad mini を置いてここで YouTube 見てたりすることあるんですけど、充電がなくなってくるので、そういう時はモニター裏からこのケーブルを引っ張ってきて、ここで充電しながら使って、サイドカーでサブモニター的に使うこともあるんですけど、そういう時も電源供給しながら使いますし、充電が終わったらさっと天板の裏にケーブルを戻すことができるので、この運用結構いいなと思ってますね。そしてこの辺のケーブルもきれいにマネジメントしておきたいなと思ったので、この辺は無印良品から販売されているちぎって使えるマジックテープを使って、こんな感じで要所要所をまとめてケーブルがだらんとならないように工夫しています。あとこの天板の下からモニターアームに収納されるまでのこの辺とかが、ケーブルが直接見えてるのがあんまり好きじゃなかったので、こんな感じでオレンジ色のケーブル収納スリーブに入れてケーブルを1本にまとめて見た目がすっきりするように工夫してるって感じですね。ここも白とかでも良かったんですけど、真っ白ばっかりだとちょっと味気ないなということで、オレンジ色、差し色みたいな感じで入れてます。というのがこのモニターの裏の様子でした。そしてやっとデスク左側に来たんですけど、こっち側が僕のデスクの心臓部に当たるところですね。
こんな感じでここにいろいろなものを集約してるんですけど、この土台になっているものがコフォのデスクサイドホルダーというものになっていて、ここにクランプして設置をしています。で、こういったクランプ式のアイテムってこのデスクの上に挟む形になるので、その挟む部分がちょっとはみ出て、不格好になるし邪魔だなっていう問題あると思うんですけど、そのコフォデスクサイドホルダーはちょっとそこを逆手にとって、このはみ出てる部分をトレイにしてくれてるんですよね。よいしょ。この木製のトレイもセットになっていて、つけないとこんな感じの見た目なんですけど、このトレイをこうやって天板の上に設置してあげることで、こうやって天板と同化するような形で、あんまりこうはみ出てる感がない感じで、このクランプをすることができるっていう風な工夫がされたものになってます。で、僕の場合はこのトレイのスペースをワイヤレスイヤホンの充電ステーション的な感じで使っていて、ここにベルキンの 2-in-1 ですね、2台同時充電できるワイヤレス充電器を設置しておいて、ここで使いたいイヤホンを順番に充電しながら使ってるって感じですね。最近よく使っているイヤホンも紹介しておこうと思うんですけど、一番使っているのはこの AirPods の4ですね。インナーイヤー型のイヤーチップがついていない付け心地が軽いイヤホンになるんですけど、それでも結構ノイキャンがしっかり効いてくれるので、使いやすいなと思って一番利用頻度としては高いですね。で、もっとしっかりとノイズキャンセリングが欲しいなっていう時は、このイヤーチップがついた AirPods Pro 3を使っています。やっぱり僕は Apple 製品が身の回りに多いので、接続の切り替えを考えると AirPods シリーズが使いやすいかなって感じです。あとイヤーカフ型のイヤホンを散歩してる時とか、あとはジムでランニングしてる時とかに使いたいなと思って持ってるんですけど、まず使っているのはこのファーウェイのフリークリップ2ですね。初代フリークリップの時から愛用してたんですけど、より付け心地が軽くなって使いやすくなったこのフリークリップ2をクラファンで支援して購入して使っています。あとショックスの方から送っていただいたオープンドッツ2の方も最近使っていて、こっちの方がちょっとグリップ力が強めで、フリークリップよりも音がしっかり聞こえる感じになっているので、よりながら聞きしたい時はフリークリップ2で、イヤーカフ型がいいんだけど音もしっかり聞きたいみたいな時はこのオープンドッツ2みたいな感じでちょっと使い分けしながら使ってるって感じですね。あと工夫している点として、このベルキンの 2-in-1 のワイヤレス充電器に標準でついてくるケーブルっていうのが L 字じゃなくてここまっすぐ出るタイプだったので、そのままのケーブルだとここ置けないんですよね。ケーブルが邪魔しちゃうので、そこをどうにかしたいなと思って、ここでは CIO の L 字の端子のケーブルを使ってます。これを天板裏の電源から引っ張ってきてるんですけど、この CIO の L 字端子はここの幅がすごい小さいので、ここに挿してあげても、このトレイの内側に収まってくれるんですよね。こんな感じで置くことができるので、ここでワイヤレス充電器が使えるようになりました。あと、この辺のケーブルについてもだらんとしたら嫌なので、Amazon で購入したマグネットのクリップを使ってケーブルを挟み込んで、ここでマグネットでピタッとくっつけるような形で固定をして、あんまりこうケーブルがだらんとならないようにしてるって感じですね。そしてこのコフォのデスクサイドホルダーはこんな感じで側面がポツポツ穴が開けられているので、ここに専用のフックを引っ掛けたりとか、こんな感じの専用のアクセサリーのカゴですね。こういったものをこうやって引っ掛けることで収納を作ることができるっていうものになってるんですけど、ここを使って僕は結構いろいろなものをセッティングしてまして、まずここにあるのがカルデジットのドッキングステーションですね。さっき紹介したこの C ゲートのハードディスクであったりだとか、あとはこのケーブルトレイの中に収納している MacBook のバックアップ用の SSD であったりとか、こういったデスク周りで使えるものについては全部このカルデジットの TS4 の方に接続をしていて、この MacBook Pro についてはこのケーブル1本挿してあげればデスク周りの機器全てとつながるっていう風な環境を構築しています。で、このカルデジットの TS4 なんですけど、今まではデスクの上に置いてたんですけど、デスクの上やっぱりスッキリさせたいなっていうところがあって、どうしようかなと思ってた時に、このコフォのデスクサイドホルダーのこの穴を使って結束バンドで固定すればいいじゃんと思いついて、今こんな感じでデスク横の方に設置をしているって感じですね。ちなみにこのオレンジ色の結束バンドも Amazon で買って使ってます。ちょこちょことデスクの差し色としてオレンジ色を使っているので、ここの結束バンドもオレンジ色に変えてみました。
で、このドッキングステーションの前から接続しているケーブルの先にくっついているのがこれなんですけど、こちらが CIO の NovaWave 3 Plus っていうワイヤレス充電器ですね。こちら側が MagSafe に対応した充電器になっていて、こちら側でも Apple Watch の充電ができるよっていう風な、持ち運びできる Apple Watch 用の充電器として使っている人が多いアイテムにはなってるんですけど、僕はこれをここに固定して、普段のこの Apple Watch の充電をするための充電器として使っています。これだったら使わないときはこんな感じで折りたたんでおけばいいし、使いたいときだけこうやって取り出して、こんな感じで充電をすることができるので、この装備も結構いい装備にできたなと我ながら思ってますね。ちなみにこの接続のために使っている短い USB-A to C のケーブルはエレコムのシリコンケーブルを使ってます。なかなかこの USB-C to A のシリコンケーブルで短いやつって選択肢が少なかったんですよね。あとイヤホンよりも迫力のある音で音楽とか聴いたりしたいなっていう時のためにヘッドホンも一つ持ってるんですけど、僕が今使っているのは CMF のヘッドホンですね。これ本来はダークグレー一色のヘッドホンになってるんですけど、このイヤーパッド僕はこのオレンジ色のものに変更してます。そもそもついてたダークグレーのものについては綺麗に使いたいなっていうところもあったのと、このオレンジ色が結構アクセントカラーでいいんじゃないかなと思って、こんな感じの組み合わせに変えて使ってるって感じですね。実際につけてみようと思いますけど、つけてみると、こんな感じの見た目のヘッドホンですね。このイヤーパッドがボロボロになってしまったとしても自分で交換できるっていうのがいいところかなと思いますね。そしてこのヘッドホンを引っ掛けているこの木製のスタンドですね。これについても Amazon で購入したものなんですけど、これ本来の使い方ではなくて、このヘッドホンスタンドって本当はデスクの天板とかにクランプして使うように作られていたヘッドホンスタンドだったんですけど、この根元部分をネジを外したら取り外すことができたので、こんな感じでスタンド部分だけを両面テープと結束バンドを使ってここに固定してしまって、このコフォデスクサイドホルダーの方で使ってるって感じですね。このヘッドホンと接する部分が曲線になっていて、ヘッドホンに変な跡がつかないっていうのがいいところかなと思います。あとここで使っているカゴについてはこのコフォデスクサイドホルダーについてくるものになっているんですけど、ここにはレコーダーのリモコンとか、あとはこれはセンスですね。暑い時にたまに使っているセンスとか、あとはこれはアラジン X2 プラスのリモコンですね。天井に取り付けることができるプロジェクターを使っていて、この開けてる壁にプロジェクターの映像を投影して YouTube を見てたりすることもあるので、そのリモコンについてはここに入れて取り出しやすいようにしてるって感じですね。そしてさっきも紹介したんですけど、メイン PC の MacBook Pro とサブ PC の MacBook Air についてはこの内側のスタンドの方に立てかけて収納をしています。こういったクラムシェル運用のノートパソコンってデスクのどこに置くかっていうの結構問題になりがちかなと思うんですけど、コフォデスクサイドホルダーを使えばこんな感じで天板下に収納することができるので、こんな感じで天板上にノートパソコンを置く必要がなくて天板上がスッキリするっていうのはすごいいいんじゃないかなと思いますね。そしてこのデスクの左側の方にもデスク右側と同じようにこのトラスのフレックスラインを設置していて、こちら側デスクの左側の方でも同じようにガジェットを充電できるようにしています。例えば iPad とかってこういったスタンドの向きに合わせて横画面に置いた時って充電端子ってこっち側右手側に来るんですよ。なのでそういったところに合わせてこの辺の充電器であったりだとか、あとはこのデスク右側の方にもこの巻き取り式のケーブルを準備しているんですけど、こうやって Apple 製品系をこの右手側の充電器で使ってると他の充電したいものが充電できない時があったので、デスク左側にも同じようにトラスのフレックスラインを取り付けて、こういったワイヤレスイヤホンであったりだとか、今撮影で使っているカメラとか、そういったものを充電できるようにしてるって感じですね。このフレックスラインについてはデスクの中央と右左の計3箇所設置しているんですけど、こうやって充電できる場所をバラバラにしておくと、充電端子の場所に合わせてガジェットを充電しやすくなるので、充電場所をばらけさせるっていうのは個人的にやってよかったなと思いましたね。同じ場所でいっぱい充電してたらごちゃつきますからね。
あともう一つデスク左側に設置しているものとして、ここにプログレードの SD カードリーダーを設置しています。これはですね、両面テープでがっちり天板裏に貼り付けてますね。こういったカメラで撮った写真を MacBook に読み込みたいなってなった時にさっと手元で SD カードが挿せるようにここに SD カードリーダーを設置しているという感じです。カルデジットの TS4 の方にも SD カードリーダーついてるのでちょっと無駄じゃないってなるかもしれないんですけど、このカルデジットの TS4 をこの天板裏の手前に設置するのはちょっと重量的にも難しかったですし、SD カードを挿すたびにわざわざデスクの奥の方に手を伸ばすのも面倒だなと思ったので、デスクの手前に設置してもあんまり邪魔にならないこのプログレードの SD カードリーダーをここに取り付けてるって感じですね。こんな感じで両面テープで固定していて、この接続するケーブルは天板裏を這わせてカルデジットの TS4 までつながっていて、ここに SD カードを挿せば MacBook で読み込むことができるっていう風な形にしています。そして今まで紹介したガジェットたちの電源についてはこのケーブルトレイの中に収納しているこの10口の電源タップから取ってます。で、電源系は全部ここに集約することによってデスクから垂れているケーブルについてはこの1本というか、3話サプライの電源タップと有線 LAN のケーブルをまとめているんですけど、このケーブル収納スリーブ1本しか出ていなくて、この辺のケーブルもすっきりしてる感じになるって感じですね。背面側から見るとこんな感じで、これだけたくさんのガジェットを使っている割には結構すっきりとした見た目のデスクにできてるんじゃないかなと思ってます。はい。というわけで僕のデスク環境ですね。僕がデスクで使っているものだったりとか配置のこだわりなんかをご紹介してみたんですけども、何か参考になるところはありましたでしょうか。今回の動画で登場したものについては登場した順番で動画下の概要欄の方に URL 掲載しておこうかなと思いますので、何か取り入れたいものがあれば概要欄からチェックしてもらえればなと思います。結構こだわって作ったデスク環境になっているので、この辺参考になったわとかこれいいねと思うところがもしあられた方はコメントで教えてもらえたらなと思いますし、コメントわざわざめんどくさいよっていう方もよかったら高評価ボタンだけでも押して帰ってもらえたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。久々の動画疲れた。ではでは。